迎えに来てほしいんだけど、誰か。どこよ、これ。どこよ、これ。声が聞こえる。パパパ両面と話そう。でもさ、ミオ今ポールダンスの時間でしょ？ミオ。やばい、委員長が発狂してますこれ。まあ最初は私もですね、まあミオさん以外にもまだちょっと気になってる人はいたんですよ。気になってる人言っちゃっていいですか？高根るいです。もう一度チャンスをくれ。あ、もう2度、もう2、3度チャンスをくれ。どういうこと？何言ってんの？2、3度。どういうこと？まだ謝ってもう一度だろ。いやいや、可愛いですね。見に行きますんで。あ、待ってます。お店で待ってますね。でも僕が店に行くことはうちの妻ミオには言わないでくださいね。奥さんのミオさんなんですね。そうなんですよ。僕旦那で。その車、カナダが今取りに戻ってきてるんですけど。あ、今のね、窃盗者だったんだよね。あ、はい。もうどうしよう。みそぎで取った花と水全部失っちゃった。一回パン屋帰るよこれ。全部失った。これルイにそのまま話すしかないよね。そうだよ、大丈夫だよ。しょうがないしょうがない。ママ。仲直りしたってことでいいんだよな、僕たちは。仲直りしたけど、ママはパパがいっぱい愛してるっていう言葉がもう信じられなくなっちゃって。なんで暗記なのよ。なんでだいちゃんと行動で表してほしいの。で、あんな車プレゼントしたじゃないか。あんな車をプレゼントするなんてね、誰にでもやってるわけじゃないんだよ、ママ。他の女にもそれ言ってんじゃないかなって思っちゃうのよ、軽すぎて。いや、他の女には顔パンパンパンしかあげてないからね、ママ。ねえ、あんな高価なものはママだけだよ。ママ愛してる。あ、こうやって軽く言うからダメなのか。だってパパは大丈夫？何が？浮気とかしてないの？もう。いや、する暇ないだろ、こんなラージパン焼かなきゃいけないんだからさ。ママはもうキツネとは会ってないのか？いや、もちろんよ。もうさっぱり連絡も来ないわ。そうなのか。連絡来なくなったか。やっぱあれじゃないか、ストリップで働いてたのが聞いたんじゃないのか？それはもうわからないわ。もう相手の気持ちなんか。ねえ、あんなセクシーな格好してたからに、パパはちょっと興奮したけどね。パパは興奮したけどでもね。ね、思ったの。あそこにいるときに、うんあそこの店にいるときに、パパは見た瞬間に私のこと気づいてくれたんだけど、委員長先生は私を見ても私だって気づかなかった。やっぱりね、年数が違うよ、年数が。ちょっとパパの愛を感じたわ。感じてくれたかい？パパはね、その美しいキラキラした黒髪を見た瞬間にね、ママって思ったよ。そしてそのボディライン大好きだ。どうも、すいません、ルイさん、ちょっとお話いいですか？中で入って。いいですよ。めちゃくちゃがっかりするかもしれないんですけど。あ、もういいですよ。昨日の時点でね、もう結構がっかりしてるんで。すいません、がっかりさせてしまって。もうがっかりしてますから。何を言われても驚きませんけれども。実は3人でお花摘みに行ったんです。なんですけど、職質で持ち物検査をされてしまって、盗難車に、かなたちゃんが盗難車に積んでたがゆえに、その今まで積んだ花と水をすべて盗難車扱いで持ってかれてしまって、そうなんです。それで全ロスしてしまったんです。我々3人で積んだ花と水を。あ、いや、ちょっとはあります。ちょっとは。そもそもハッピーパンを作りたいって言ったのはそちらですよね。はい。はい。別にやる気ありますか？私は別に皆さんと組まなくてもいいんですけど。めちゃくちゃやる気あります。本当にめちゃくちゃやる気あって、本当にめちゃくちゃやる気あるんですよ。やる気あれ。やる気あって。図が高いな、なんかあれ？ちょっと待って。なんか図が高い。なんか。何それ。何してないしてちょっと待って。何してる。あれ？何してる。ちょっと待って。なんかいいのあるかなと思って。すいません。やっぱこれが一番いいですね、これ。お前ら
完全にくっついてたよ。いやーごめん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 。あーちょっと笑わせてもらったんでね。じゃあちょっとこれにまあ免じていいんです今か？回まあ昨日のことは水に流しましょう。ありがとうございますありがとうございます。こんな3バカで大丈夫ですかね。はい申し訳ないです。もともとですね、まあ旦那様と奥様は、はい。ちょっといろいろしでかす人だろうなっていうのはなんとなく思っていたので、そうなんです。まあ最悪かなたちゃんだけえ来てくれたらいいなと思っていたんですけど、でもやる気があるってことですよね。まあやる気いやまあそうですやる気だけはあるんですけどね。やる気だけはやる気と行動力でもやる気があってもどうにもならないんですよね多分。なるほど。覚悟は決まってます。覚悟はできてるんですよちょっ。と新しくなんかここに移住してきた方がいるらしく、あずきさんですか？その方を誘ったりとか、あとはそうポールダンスそうですしてましたね。よ。早いや速。あずきさんを巻き込むのかい？そうですね。ゆくゆくはこの町でちょっと薬を流行らせたいなって思ってまして、一刻ももうみんななるほど流行っちゃえばこっちのもんですから。あ誰がやってるかなんてわかんないですよね。そう、わかんないですかなるらほど、ちょっと流行らせていきましょう。もし可能だったら最初にねギャングがちょっと薬が欲しいって言っているので、うんうん。ギャングたちの絵の薬を作りませんか今から。あ作ってみたいです。じゃあ今お時間あります？はい大丈夫です。 4020の上の砂漠のらへんにあるお花が欲しいんで、じゃあそこでちょっと待ち合わせでもいいですさかっ？き全ロスしたところかも。ありがとうございます。いや乗りますか？送ってくれるのかなみたいな。すごいいい車ですねい。やほんと素敵ですよね。この車がね一番いいんですよ。いやかっけすごいなあ。はいママ。いいですか？ママのところにあじゃあ乗らな僕ママ乗るわ。わかりました。あれ行っちゃったよ。ママもうママ行っちゃって。ママ一人で行くの？ママ一人で行っちゃっていいかなと思って。いいわよね。ママと行きたかったけどいいよじゃあ行って。ルイさん今もしかしてウィスパーになってます？ウィスパーになってました。やっぱり内緒強盗だったんですいません。あすいません。全然今聞こえます今聞こえまます。行きましょう行きましょう。ちなみに僕はずっとシャウトでしたよ。ちょっとねやばいですそれは。ごめんなさいごめんなさい。ずっとシャウトでしたよ。やばいこの家族やばい。ちょっと待ってくださいね。でもこの家族を選んだのはあなたですよ。なんでそんな強気なんですか？ね娘何？ちょっとお腹空いたからリアルパン持ってくるわ。もしもし。あもしもしあずきさんですか？ちょっと稼ぎたいなっていう気持ちあります？ありますあります。まだ今日来たばっかりなんで。そうなんですね。はいちょっといい割のいい仕事があるんですけど。まだね。本当ですか？じゃあ後ほど伺ってもよろしいですあもちか？ろんです全然声聞こえないねあすいませんねなんかお休み中に。あずきさんですか？あずきさん。あそうですそうですそうです。あずきさんって可愛いですよね。可愛いですよ。大丈夫ですかそれ？ちょっとその発言。やめてよパパ。違う娘女性を可愛いというのは褒め言葉だから喜ぶのよ女性が。ちょっと電話かかってきたんで。はいちょっとはい。いいなあずきさんかな。パパ？違うよ娘聞いてくれ。パパあずきさんにちょっと惚れてないなんか。いいって思ってんじゃないの？違うだから引っ越してきたばっかりだからうん。そりゃ気になっちゃうじゃないか。大丈夫かなって。あー気にかけてあげてるんだ。そうだよ。まあそれなら優しいだけだけどさ。そうだろ人助けをしろって言うじゃないかいつも。まあねそうだよね。そうだろすごいところ走るんだな。これ多分道間違えてんだよね。ちょっと言うんじゃないよ。だから思ってたんだけどさ道間違えてんのよ。なるほどな。言うんじゃないぞ。もうちょっと前のところでさ曲がんなきゃいいやけない。近道かなと思った今。全然なくない？あったパパ後ろ見て後ろ見て。あいっぱいあるんだどうぞ。いっぱい見つけましたどうぞ。イエーイどうぞ。ベスト採取しましたどうぞ。イエイイエイイエイ。それ僕が見つけたのにどうぞ。娘のものは俺のものどうぞ。パパのものは娘のものどうぞ。娘はパパのものどうぞ。それ娘が娘が見つけたどうぞ。クソどうぞ。到着してたのね。あママ
ママ近くだからママ押さなくてもいいよ腰痛くない？お腹痛くない？頭痛くない？パパ心配だよ。大丈夫？何かあったらパパにすぐ言うんだよ。いつも片方に電話するんだからパパにも電話してよね。どうぞ。あそこにある。あそこにある。ママ無視しないで無視しないでママ無視しないで。よしパパ頑張っちゃうよ。どうぞ。ママも張り切っちゃうよ、どうぞ。かわいいなママ。ママのそういう無邪気なところが好き。あなたちゃんにも言ってあげて、どうぞ。かなたちゃんのそんな無邪気なところが好き。ママそれ僕が見つけたやつ。例えばさっきミオシャがねうん銃を持って歩いてたから回収したんだけど待ってどういうことしたらうん花持ってたえ薬のお花なんで花持ってんだよみおしゃなんで花持っだてんからもしかしたらパン屋さんがうん花屋さんになるかもしれないからオッケーちょっと話聞きに行くわみおしゃ嘘だろスバルはあそこのパン屋だけが心の支えだったのにどうしてみおしゃまたいねえしちょっと麻薬出始めてる可能性あるんでてか出始めてるんでちょっと売人のあたりも適度にチェックしてください。北の人お願いします。この前はもしもし、お世話になっております。お世話になっております。パン買いに来たんですけど今どちらにいらっしゃいますか？今ですね、ちょっと家族で出かけてまして。どちらにいらっしゃいなんか車あるんですけど本当に出かけてます？はい、出かけてますよ。今ですね。ママ大丈ここはどこだ？マウスホイール連打してみてください。あれどこ？ここハイウェイなんですけど、ハイウェイ。今運転中でして。そうなんですよ。なんか先ほどちょっとなんかはい。銃持ってたって聞いたんで。でも取り上げられました。なんで銃持ってたんですか？夫見てきていいですか？一番はやっぱり防犯ですかね。まあ物騒ですしね。ただい一般市民が銃持っちゃうと銃刀法の違反になっちゃうんで、はいお気をつけください。あとはい。お花の件ってなんかご存知ですか？お花、道端に咲いていたのを一輪だけ摘んだものを押収されまして、はいそれはいはい。が罰金対象になるお花だって知らなくて私。あのお花はい。違法になっちゃうんで気をつけてくださいね。わかりました。気をつけます。はーい。じありゃあがとうございますいませしたん。失礼します。はい、失礼します。寂しいです、どうぞ。ママいませんね。すみません。今、所長から電話かかってきてました。大丈夫ですか？大丈夫？疑われてる？ママ、ちょっと目つけられてるみたい。マジか。それでなんでパン屋にいないのかとかも結構聞かれたのから、やば。なるほど。は疑われてて、いはい。パンちゃん、ママだけパン屋にいた方がいいのかもしれないなって思ってて。なるほど。じゃあ一旦パン屋さん行きます。そうね、戻るならママがいいかなって思ったので。そうなんだちょっと花おろしましょうか。花を下ろしますね。はい。パパ行くよ。全然帰るよパパ。僕も全然。少しでも接客しといた方が疑いの目は晴れるしね。そうか。パパ寂しいの？ママと一緒にいたいの？うん。でもしょうがない。疑われてるからね。ありがとう。ママごめんねすぐ戻るからねマむしろマ。ごめんね。ごめんないさいやね、ルイさん。よろしくお願いします。全然大丈夫です。ありがとうございます。むしろなんかちょっと引きつけてくださってありがとうございます。お願いします。ありがとうねママ。気をつけてね。忙しいなルイさんは。忙しそうだねね大人気じゃん。僕全然電話かかってこなくなったんだけど、やっぱ犬カフェ閉店したからかな。急に人気なくなっえ。いやてみんな自分から犬カフェやってたのね電話するべきだ。確かに。うん。パパめっちゃ電話するもんね。パパ電話する。でも誰からもかかってこないんだパパは。そんなことないよ。あずきさん、あずきさんにかけ。けてみようかな、あずきさんに。ちょっとそれさ、仕事の邪魔なんじゃないの？でもあずきさんはさ、だってさ、うん。一回も話しかけたことないんだよ。じゃあかけてみてよ。いいかな。もしもし。あずきさんですか？パン屋の。パン屋のコロネさん。はい。今、お暇してますかと思いましてですね。今ちょっとですね、硫黄と対話をしてまして。なるほど、なるほど。今なん度か、よかったら、はいお茶でもどうですか？お茶でも。お茶、ぜひぜひ。はい。娘も連れて行きます。娘がね、すごい友達が欲しいって言ってまして。ぜひぜひ、よろしくお願いします。じゃあ、また。また電話しますね。はい。失礼します。はい、失礼します。かわいいな。かわいいな。違う。娘も行こうな。今度な。覚えてるよ。
ママ大丈夫かな。もういつまでたってもママ離れができないんだからパパは。ママ大好きだもんだって。伝そうだもんね。でもその大好きが今日は伝わってるよ多分。わってるかな。うん、そんだけ連絡すればね。でもママそんだけ連絡すればママ言い方ママママもう応答しなくなっちゃったもしかしたらなんか警察のあ、そうだね、人と対応してるかもしれないですね。邪魔しちゃいけないね。ママごめん、今警察の人と話してる最中だよね。危ないところごめん。返事しなくても大丈夫。聞いてるだけで大丈夫だからね。ママ愛してるよ。愛してるわの定期便ありがとう。でも喜んでるよほら。どういうこと？愛してるって言わされてるってこと？違うよ。ママ愛してるよ。自分から言ってます。それなら嬉しいけど。寂しいなママ。ご結婚されてどのぐらいになるんですか？いや、かれこれもう16年ぐらいでしょうかね。16年。あ16いいですね。どんなところに惚れたんですか？生まれてて草。あ、じゃあ20年。いや、どんなところが好き？いじゃあって何ですか？や、どんなところが好きですか？まあそうですよね。やっぱり何でも包み込んでくれる包容力と言いますか。ありますからね。何でも許してくれるみたいなね。しかもね、結構暴力的だけど、あずきさん、あれさっきあれコロネさん、パン屋に向かおうと思って後ほど伺おうと思ってますが、後で一緒に行きましょうよ、あずきさん。ずっと硫黄を探してました。ありがとうございます。さん、あずきと申します。よろしくお願いしすます。いません、連絡先を交換させていただいてもよろしいですか？もちろんです、もちろんです。え今日引っ越して来られたんですよね。そうなんです。お世話になります。なぜ前の町からちょっとこちらに引っ越して来られたんですか？ちょっと新しい心機一転、新しい生活で頑張ろうかなと。なるほ18ど歳になって18ちょっと歳になってそうなんです、上京してきました。なるほど。じゃあ18歳になったから犯罪もできるな。タクシーの会社をやられているとかいないとか。そうですね。ちょっといろいろ副業も始めまして。そうなんですね。はいいろいろとちょっとまだわからないことも多いので、はい。教えていただけたらなと。もちろんですよ。硫黄は取れましたか？ちょっと場所でなんかちょっとバグってるかわかんなくてちょっと取れてないです。なるほど。ちょっと待ってくださいね。すみません。私がポンコツでした。あら。その横の薬マークですね。そうなんですね。はい。じゃあちょっと場所を移動した方がいいですか？ところに行きましょう。あれでですねパパはい今あずきさん考察してたわ。違う、電話番号交換しようかなと思って開いたら、さっき交換してたんだったと思って閉じたよ、すぐ。すぐ閉じてないよ。違うなんかずっといや、バグじゃない？バグか。バグのせいにした。バグ。バグ。コロネさんは何ですか？可愛い女性が好きなんですか？かわいい女性嫌いな男性なんているんですか？いやないかも。けどもう奥様もいられてね、20うん年かれこれ16年だか20年だか、はい一緒にいる中で、はい。やっぱり目移りしちゃうもんすか？いや、目移りというか、美術館と同じですよね。美術館。とうん言いますと美術館。言いますといや、女性は作品ですよ。えあなるほど。えなるほど。たしなんでるだけですよ。なるほど。そう。気をつけた方がいいよパいやパ。かなた何？ママには内緒な。わかった。うん。 35採取しました。かわいいな。透明感しかないよな。ママの良さは包容力。あずきさんの良さは透明力。見て。ママに送ってあげよう、これ。見て。足跡。ママ喜ぶかな。あずきさん、はい仲間になるんですか、僕たちの。ちょっとみんなにハッピーをばらまく仕事と聞いてます。そうですよ。そうですよハッピーで埋め尽くして。美しくして行こうぜ。じゃあ一緒にお手伝いさせていただいてもよろしいですか？もうチームあずきキックバックですねこれはさもう。これも完全に信頼 OK って感じですか？あずきさんなんか強盗したいとかあります？コンビニ強盗とか。ん。コンビニ強盗、いや
あんまりなんかさっきちょっと人質強盗というのにちょっと参加したんですけど、じゃあもうスリルはねスリルちょっともスリスリするのやめてください。えパパさんやめてよ見てますよ。スリスリしてますでしょ。やめてよセクハラだよすみませんやっぱ犬だからね。ちょっとあずきさんちょっと握手したいな。握手どうやって握手待っするんだて、妹でね。そうすごい鍛錬されてるんですね。ごめんね、ちょっとあれ妹なくなっちゃった。なんか共有妹とか聞いちゃったんだけど、パパの。使わなきゃ剥奪されたんじゃないですか。剥奪されたちょっとセクハラしすぎて。ちょっと待って、上まであずきさんちょっと待ってね。収益化みたいに剥がれたんだよ悪い方向に使うから違うんだよ。あずきさんこれできるこれ。あ Y でうん Y で。あずきさんよろしくね。あずきさんよろしくね。よろしくよろしくお願いします。ありがとうございます。いいですね。じゃあこれもお願いしますよ。これも。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。じゃあ最後にこれ。もしパパがまた女となんかやってたら、かなたちゃんの方からねちょっと一発殴ってやって。分かったうんボコボコにするボコ最後にこれ。最後最後はい。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。違う。だから挨拶。ほっぺ。女たぶらか違うほっぺ。ちょっとすいません。すごいなこのそんなドン引かないでください。このねさはいさっきのはお店でしてもらわないといけなくて、すいません。請求ですか。ちょっと請求させていただきます。お願いします。請求。出題かかんだよあずちゃんそうだ。でも店ではいくらでもしていいってことですか。お店に来てください。いくらでもって違うよ。せっかく稼いだ金どこに流しちゃうんよねえいやわかん。もう怒るなって。いくらなんだこれあずきさん。ねえ今請求しました。あずきさんいくらこれ。いくらだった一十百千万十万563万円。コロさんあずきさん。そうですよ。ちょっと今のは反則だったかなって。ごめんなさい。はい。パパスマホ出してはいスマホはい。何？これ持ってるからねスマホで何かしてる。すみません。カナダ？パパダメだよもうわかった。もう絶対しない。もう約束する。神に誓う。やっちまった。やっぱ可愛い女罪だな。さカナダ、さっきの写真なんだけどさ、パパ本当にここから改心するからさ消してくれないか？どうしよういやかな本当に行動で示すからさ。もう次パパがさ浮気とかしたらさ僕さマジグレちゃうからねわかった。グレの道行っちゃうよしょうがないわかったこれでちょっとそっからありがとうカナダ5万5万ふざけんなごめんこっちの方がいいよごめんって言おうとすると5万って言っちゃうんだな。もう今日2回目だよ5万今日で5万2回目だよカナダごめん。コロネさんとカナダさんできますスターをできました。作った。これね戻りながら作るの難しくて、なるほど。すいません。ちょっと一回取りに行ってます。すいません。いいですよ。練り。いや大変ですな。じゃあハッピーコーナー作るのはハッピーコーナーを作るのはちょっと大変ですよね。大変だな。まだめっちゃお金持ちになってるいつの間にか。いやパパが払ったんだよそれ563万。パパお店に来てくれたらもっと。お店でキスしたらいくらなんだいそれは。その時に伝えるね。500万を取らない？取らないよ。100万とかうん？100万は多くないか？ちょっともうちょっと安くしてくれよ。それはいっぱい来てくれたらかな。もう一声。まだお店来てくれてないからな。はい。揺らせねえぞ。女にうつつ抜かしてると揺らせねえぞ。すいません。なぜこの世界には女と男がいるのだ。どの世界にもいいんだよ怖い。こ
に行きます。はいじゃあ22に分かれていくといいかなと思うので、はい。じゃあコロネさんはあずきさんのところに行きたいですね。あ、いやいや、ずっと、いなや、全然全然いや、どっちもいいですよそんなこと言ってないじゃないですか。何ですか。そんなこと言ってないじゃないですか。私のカーにあ、みんなで乗っていきましょう。あなるほどね。はい。あずきさん、これここに置いといていいのかな。いいっすよいいっすよ。娘、乗りなさい。あ、あずきさん、僕の隣しか空いてないです。たまたまね、たまたま。あ、すいませんね。乗りますね。すいませんね。で50個でいくらになったかをちょっと教えてもらってもいいですか。まあ、大体でいいんですけど、でも一括で多分売れると思うんで、ここの売人には。どこで見るんでしたっけ、所持金店。あ、ママから返事来てるかな。運転する人が給油しないとダメ。そんなことある。ねえ、ママちょっと適当すぎない？いどうしたの？や、ママのメールが適当すぎる。メール送ってくれるだけありがたいと思った方がいいよ。いやいやパパガソリン、違うあ、ガソリン入れた人が乗ったらいいんだ。あ、動いた。はーい。めんどくせえ。超長文で返してやろうかしら。もうパパはどういう、返事がお好みだったのかな。ママはその気持ちを汲み取る、ことができなかったみたい。はい、この長文でいかがかしら。よし、 OK。 もうパン屋も閑散としてるけど、でもパン屋にいないことで疑われるんだったらしょうがないわよね。パン屋にちゃんといないとね。いいですか。いいですか。いくよ。せーの、ドン。撃った。オッケー。うた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 。いけろー。でもうですね、私たち何も持ってないので、何か言われてもぶっちゃけどうでもいいんですけど、575ありがとうございます。580万はいったと思いますよ。ヘリコプター。 580万ぐらい。うん。ヘリがいたね今。ね救急ヘリじゃない？慎重運転だよマジで。これ事故れねえ。ここで死んだら終わり。そやな、そやな。カナダ楽しいな先輩うまいっすね。楽しいな。いや、かなたさん運転上手だな。やめて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 。運転それ事故るからやめて。うまいようまいよ。ありがとう。うまいですよ。本当に？あ、また出ちゃった。とっても上手。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫大丈夫。 101個じゃあ1個116。あ、じゃあパパだけ降りますね。ありがとうございます。じゃあ降ります。お花とか持ってないですか。はい大丈夫ですか。ありがとうございました。大丈夫です。ありがとうございます。誰か助けてくれもしもしー。あ、もしもし、救急隊の方でしょうか。はいコロネさん一体どうございますか。今ちょっと上半身に鋭い痛みがありまして、あらららはい、ららら。ちょっと病院に着いたんですけれども、はい今って手空いてますでしょうか。あ、いや、じゃあ、では、病院の方に向かいます。あすいませんお願いしますはーい。よかった、アイリスがいた。じゃあちょっと寝てるか。やばい、もう視界がやばい。寝てよ。痛え。体痛え。体痛すぎ体痛すぎ。あ、やばい。あ、やばい。大丈夫ですか。 I am lightning speed. あ、でも助かったちょっと痛いよアイリス。痛いよ。無料でやってくれるんですよね。めっちゃ治療してくれるんですよね。そうだ。いや無料です。てか、意外と怪我してないね、あんなに引いたのに。あ、さっきなんか奇跡的にかすり傷だけで済んだっぽいよアイリス。あんな思いっきり引いたのにな。ありがとな。いやー、これでありがとなじゃねえんだよ。あ
ふきさんはこの後お暇ですか？あ、ちょっと質屋に行きたいんですけど。オッケーです、オッケーです。いいですか？はい。連れてこうか？ちょっとだけルイさん、予定あるなら僕が連れてきますよ。あ、いいんですか？すいません。こうやって仲良くなれて嬉しいです。いや、僕もなんかね、ちょっと違うところでは仲良しだったのかなってぐらい、ちょっと幼馴染かなぐらい、はい、前世の記憶が蘇りました。ありがとうございます。おー、売れました。ナイス。これだ。これです。ありがとうございます。そこ入ってもらって。はい。あ、本日はもうそろそろ。もう悪いことできませんね。カラタソさんありがとうございました。いやこちらこそちょっとまたここでもしもしパパ、あ、ママ。ママどっちやねん。マはマ、今病院にいるんだけどさ、一人で。なんで？ちょっと上半身が痛くてね、今、見てもらったんだ。どういうことよ。ママ暇してる？上半身が痛いって。今、カジノやってるわ。ママ、迎えに来てよ、ママ。痛いよ。体の節々が。しょうがないわね。お願いで待ってるから。もう一回やったらね。わかった。はーい。ママ、カジノやってるぞ。まあでもそうだ。でもよかった、ママが息抜きできて、ねえ、よかったですよね。じゃあ、誰これ落としたの？これハンバーガー。パパこれハンバーガー誰落としたの？あ、ママパママ何やってんのよ。一体何やってんのよ、ハンバーガー片手に。会いたかったよ、ママ。いつもありがとう。どうしたのよ、パパ。ママと離れてさ、ちょっと悪いことしてたんだけどさ、なんかママと離れててすごい寂しくなっちゃってさ、パパ。そうなの？この3日間ずっとママといたじゃないか、ほとんどさ。確かにね。それですごい寂しくなっちゃったんだよ。あの二人とは何をしてたの一体？薬を練ってた？ずっと。まあちょっとハッピーな粉を練って、なんか知らないおっさんにあげたよ。売ったよ。知らないおっさんに？売ったんだ。そしてあずきさんが加わっていた仲間に。もういよいよ私たち不要なんじゃない？普通のパン屋に戻るか。ねえ、結構パン屋手放すとちょっとパンなくなっちまうからな。定期的に戻らないとね。今ね、どこも立て込んでるみたいで。ああ、そうかそうか。なんか結構暇よ、今は。じゃあ大丈夫か。今はね。あ、ふぶきさん忙しかったですか？すいません、ちょっとなんか事件が起きたみたいで、ほぼ医療崩壊起きかけてました。大丈夫ですよ、もう。ちょっと今暇だなみたいな感じで。そうだったんですね。はい。遊びに行きます。にゃんにゃんカーサービスのところにいます。じゃあニャンニャンカーサービスまで行きますね。はい、ありがとうございます。はい。でもやっとルイさんに会える。どうもどうも。どうもルイさん。なんかお忙しいみたいですね。すみません、お電話遅くなっちゃって。いえ、とんでもないです。じゃあちょっと山にでも行きませんか？山なんですね。いやー、すいませんね、連絡遅くなっちゃって遊ぼうって私から言ったのに、本当に申し訳ない。全然大丈夫ですよ。どうしたんですか？なんか風紀さん自体はなんかちょっと悩みがあるみたいな言ってたと思うんですけど、大丈夫ですか？まあ悩みあったんですけども、はい。もう大丈夫かなって思いつつも、あの方とはどうなったんですか？旦那さんがいる方好きになったみたいな。いやー、なんかちょっと丸く収まっちゃったのかなって思って、丸く収まっちゃった。はい、なんかと言いいろいろますととアタックかけてみたんですけども、はい。なんか入る余地と言いますか、ちょっと夫婦仲戻っちゃったみたいな感じでして。なるほど。じゃあ、はいちょっともう諦めるしかないですね、それは。そうなんです。好きな人の幸せを願うのが一番ですからね。そうなんですよね。こちらが幸せならばもう悲しまないのであればもう大丈夫なのかなと思っております。いやー、吹雪さんにはきっといい人見つかりますよ。そうですかね。はい、とても素敵な方なんで。いや、そんな私なんてカジノに行きっぱなしのね、
しがない医者ですから。いやー、カジノでもこれで仕事してなかったら、いやどうなのって感じですけど、仕事してますからね。まあそうですね、一応委員長なのでね。そうですよね。自信なさげにしないでください。あ、そうです。はい。あ、そうなんですね。なんか歯切れ悪いですね。大丈夫ですか？いやー、ちょっとなんか緊張しちゃって。緊張して、いやいつもカジノで遊んでる仲じゃないですか。どうしたんですか？そうですよね。いやいや、なんかちょっと今日はルイさんがすごくなんか魅力的に見えるなって思いまして。あら、あれですよ。きっと失恋したからそういう風に見えるだけだと思いますよ。いや、そんなことないですね。もう完全にもう吹っ切れてはいるので、はいはいはい。今日吹っ切れ記念でカジノで大掛けしてきておまけしてきました。あ、じゃあもう本当に吹っ切れて綺麗さっぱり。もう大丈夫ですよ、もう。あ、そうなんですね。そうなんです。なのでまた次がね、はいはい。まあ近くにあればいいなって思ってまそうですよね。このホロスサントスにいるんじゃないですか？す。ですかね。さてちょっとお電話出ますね。はい、わかりました。大変だな、吹雪さんも。でも恋愛した後はね、やっぱり次の恋探すのが一番だからな。なんか一輪だけ咲いて、3人ぐらい咲いてる。これですか？そうですそうです。この辺りに結構あって、これをなんか摘むと幸せが訪れるというか、夢が叶うみたいなそうなんですか？逸話があるんですよ。そんな素敵な場所にどうして私を呼んでくれたんですか？そりゃあちょっと昇進なんかちょっと思い詰めたような感じだったんで。そうなんですね。はい、なんでちょっと一緒にこれを積んでまた明日から頑張ろうっていうことで。なるほど、ありがとうございます。本当はここにも。ここにも。はい、ここにもあります。トランクいっぱいになるまで一緒に積みましょうか。はい、わかりました。50分ぐらいまで積んで、その後送り届けますよ。ありがとうございます。じゃあちょっと積んじゃいますね。もしくは私の家で私の家来てくれるんですよね。全然お伺いしてよいのなら。いいですよ。ありがとうございます。じゃあちょっとお花摘みますね。はい。今日はありがとうございます。また明日もちょっと一緒にデートとかしませんか？こちらもぜひぜひお願いします。ありがとうございます。今病院内にちょっといかがわしい写真が掲載されてまして。いかがわしい？それは吹雪さんが掲載したんですか？違うんです。なんかいつの間にかいたずらなんですかね。はいはい。じゃあ吹雪さんの趣味じゃないんですね。何がですか？そのいかがわしい。そういう趣味はないんです。いや趣味はないんだ。いかがわしいことなんでそんな趣味じゃないですよ。そうなんだ。なんか安心できますね、それは。そうですか。いや、こう見えてもね、誠実で通ってますからね。あら、いいですね。結婚相手にいいですね、それは。いろんな人が多分吹雪さんのことを好きになっちゃうんじゃないですか？いや、そんなんだったらもうとっくの昔に結婚してますって。いや、やっぱりこう高嶺の花じゃないですけど、そういうのあると思いますよ。雲の上の存在みたいな。いや、そんないつでも身近なお医者さんですよ、私は。いや、でも私にとってはそうですね、お友達みたいな、近くにいる方だと思ってますけどね。そうなんで、ありがとうございます。なんかじゃあ着いたんで降りちゃいますね。はい、ありがとうございます。また明日連絡しますね。はい、ぜひぜひ。じゃあ夜も遅いのでお気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。今度吹雪さんの車にも乗せてください。ぜひぜひお待ちしてます。じゃあ失礼します。気をつけて。あの後からよくデート行きましたよね、ほんと。いい感じだったんですか、今日は。いや、もうなんか残脈ありっすよ。マジで？ちょっと困っ
ちゃうくらいすごい私のこと褒めてくれたりとかでも友達って言われてちょっとシュンってなっちゃったんですけども、友達、でもまあちょっと寄り添い方っていうのはやっぱ脈がある感じがしたんですよ。あの院長ちょろいな。あの院長ちょっと使えそうだな。あれ多分私に惚れてる。とわさんとあやめさんが指名手配らしい。やだな、パパたちも指名手配される時が来るのかな。でもママとの暮らし壊れたくないな。じゃあ壊さないように頑張っていこうか。頑張る。そのあずきちゃんっていう子大丈夫？パパの好みなんじゃないの？全然。いやでもね、でも素朴な子だったよ。だから簡単に染まっちゃうだろうなって、悪の道に。そうなの。うん、ちょっとママ二人だね。ママもどちらかっていうと素朴系だから好きなんじゃないかなって思ったのよ、あずきちゃんのことが。ママ妹しよう。しないわよ今。ママおいで。しないわよ。リクエスト送信。リクエスト送信。マしマないわよ。怒ってんのママ。なんで答えないのよ、そのあずきちゃんの。いやいや、ママだけだよ。本当にママだけ。ね、妹しよう。ほら、そうママそんなこと言って。ママだけ。そんなこと言ってママだけ。妹送信。ママ。そんなこと言ってパパはいつもいついや、も本当にママだけなんだって。ここでしないとママ。もういつもよいつもママそうやってママ。若い女がどうこうって無線で言ってたでしょ。違うんだよ。昔話だって。ママ、ほら。一回ほら。これでもいいよ。これでもほら。ママ。これっていや、何よ。一回やってごらん。一回受け入れてごらん。そんなうやむやにしようとしたってはい、時の流れに身を任せ。かけんな。これパパも初めてやる妹なんだ。やってみたい。だってさ、このさうん。妹やめてよ。抱き合ってるだけじゃないか。やめなさいよ。なんでこれ待って、じゃあこれはほらテイクホステージ。ほらこれ普通の。なんかごまかされてる感じがするの。大丈夫ママ。こんなことやってごまかされてる感じがする。ママ。じゃあじ最後にじゃあ妹しよう。妹しよう。これなんだろう。これ初めてやる。これほら英語読めないからパパ。やだちょっとそれはこれ普通のハグって書いてあるだけだからこれ。あれなんかすれ違っちゃう。まあしょうがない。まあそうか。じゃあ落ちます。皆さん今日はねありがとうございました。無事仲直りできてよかったと思います。明日からのパン屋も乞うご期待ということで。なんで何今の。ママー。あなたちゃんお帰りなさい。ただいまー。大丈夫だった？すごい稼いできたよ。580万円。すごいじゃない。すごーい。パパがちょっとめんどくさいのよ。待って、どうしたの？パパがね、うん暇な時に顔文字だけのメッセージ送ってきたりとかするのに対して私が顔文字だけで返したりしたら、なんで顔文字だけで返すのみたいな。パパなんかメンヘラ JK になってる。もっと考えてよみたいな感じになってて面それで私が超長文で返したら、逆にめんどくさいみたいな感じになって落ち着いてとか言われたけど、ちょっとパパおかしくなっちゃったね。パパもちょっとおかしいのかな。パパ吸ったかもしれん。本当になんかたまになんかやっぱ無線でずっと愛してるって言ってくるじゃない。あれもママもどう答えたらいいかもう分かんないの。もはやね。そうだよね。そう引き出しがないのよ。もうそんな愛してるって言われてもね。どうしようかと思って。なんかまあでもそうだよね。ママに対しての罪の意識からのちょっとうざがらみになってるよね今実際ね。なるほどね。もうそんなこと言ったらママも罪を犯してるからママもやらなきゃいけないはずなのに、やんなくていいよそんな。なんかわざとらしいじゃん。いやそうなのよね。でも最後にさっきはなんか妹しようとか言ってなんか妹強要されて妹強要罪来た。
だからちょっとどうしようかなと思って今後。どうしていったらいいと思う？パパと普通になるには。前よりも、すごくなってきちゃったのよ、イチャイチャが。確かに、イチャイチャしとけばいいみたいな、ちょっと短絡的考えあるよね、パパ。ママもなんかこう、大好きだよみたいなアピールしとけば別に他の女に媚び売っても大丈夫みたいな感じなのよ、多分。かなたちゃんも多分知ってるんでしょ、あずきっていう女に。いやでも、こっぴどく振られてたよ。いやなんかお店以外でそんな、ちょっと、みたいな感じだった。ちゃんとバッチリ断ってたから、やっぱりマリンさんみたいにはならないと思うけどね。なるほど、ちょっとガード固めな子だったのね。相当硬いよ。なんか、やばいって思ったんだけど、ちょっと引いてたもん、パパに。なんか、みたいな感じで。なるほど。ママはやっぱパパから見たら押せばいけるかなって思われるようなタイプなのかな。いや、でもさ、やっぱりママとパパに仲良くしてほしい気持ちはあるけど、パパもなんか暴走してんのかもね。ママ。ちょっと暴走気味よね。まあ最悪、もうパパがあまりにも暴走しだしたら、病院連れてこっか。メンタルケアしてもらおう、病院に。いや、そうだね。一回見てもらってもいいよね。カウンセリングをしてもらった方がいいかも。確かに、いろんななんか、犯罪とかも、不倫と、いろんな今日ね、犯罪も犯して、ちょっとハイになってるとこあるかもしれない。そういうことね。やっぱりお花摘んでるあたりから、ちょっと愛してる攻撃すごかったからね。いや、すごかったのよ。どうしたらいいかわかんないわ。愛が重いのか軽いのかわかんないみたいな情緒不安定だったわ。でも嬉しいの、ママ。めんどくさいとか、鬱陶しいなとは思いつつ嬉しいの。愛してるも1日1回ぐらいだったら嬉しいけど、1日何十回も言われるとどうしたらいいかわかんないわよ、ママも。まあちょっと薄っぺらいか、そんないっぱい来たら。まあさすがにね。それに対してもういちいちもう、ママも愛してるよ、チュッチュって言ったら何回やらなきゃいけないの、それ1日に。そうだよね。エモート強制罪もさ、ワイをして、ワイって言ってきて、もう押さざるを得ない状況だもんね。押してよ、ママ。押してよ、ママ。ワイ押してよ、押してよ、押してよ。エモート。早くしようって。いや、そうだよね。ちょっと様子見ようか。様子見よう。ママのこと好きなのは間違いないからさ。そうね。じゃあ、あずきさんにこれで電話しよう。はい、もしもし、あずきです。もしもし。もしもし。るいるいと申します。はい。すみません、昨日はありがとうございました。昨日はありがとうございました。おかげで。昨日のって今日ギャングに売るための偵察みたいな感じだとあと新人研修みたいな感じでどうやって練るかとどうやって売るかをちょっと教えたくてあそこにいたんですね。で、今日ギャングに私が売りに行くので、その売った取り分っていうのは昨日売った方たちと山分けで、多分合計で3日間ぐらいで多分1億とか1億5,000とかになるんじゃないかなと思うんですけど、それを山分けしたいっていうのと、あとちょっとお願いがあるのがハッピーパウダーっていうのが、ハッピーパウダー、はい、コストが良くて、作るコストが良くてめちゃくちゃいい売り上げになるんですよ。それを一緒に売ってほしいので、売るタイミングが多分21時半ぐらいに21時半なると思うんですけど、その時にちょっと何回かお手伝いしていただけたらなと思うんですが、いかがでしょう。わかりました。ルイさんいますから結構脈ありなんじゃないかと思ってるんですよ、昨日のお花摘みデートで。どれぐらい進展したんですか？結局迎えなかったんですよね。どうやらルイさんお花屋さんをタクシーをやめてお花屋さんを開業するらしいんですよ。花専門になるんですね。そうなんです。お仕事の一環で今回お花を仕入れるって意味で大変ですね。なんかでもそれデートじゃなくて、もしかして利用されてません？いや、そういうんじゃないですよ。本当ですか？ちょっと利用されまあ全然でもすごいいい雰囲気だったんですよ。そうなんですかね。私に気を
を使ってくれるセリフとか、なんか少しいいみたいな感じとかも言ってください。いいってなんすか？いいみたいな感じ、そのなんか素敵な方みたいな感じに私のことを少し持ち上げてくれるんですよ。なんか少し心配になってきたところはあるんですけど、まあ応援はしてるんで大丈夫かな。なんか大丈夫ですよ。ルイさんに限ってそんな。あ、これか。あ、運命的ですね。運命的な出会い。じゃないですか。どうこも。んにちは。カジノにいたんですね。これは滑らないか。滑って惜しい。やっぱみんなログマシに来てんだ。あらら、警察の方じゃないですか。どうも。いや今日じゃあ吹雪さんまたデートしましょう。そういう関係なの？やめてくださいよ、ちょっと二人とも。それでは吹雪さんさよなら。こんなにキラキラしたスバル初めて。委員長ね、めちゃくちゃギャンブルはするけどめちゃくちゃ白いから私も白く見られたことでしょう。水辺でもちょっとなんかルイさんが来るんですけど、はい。あれじゃねこれ？そんな音したっけな。それソラさん姫野じゃないですか。何プリンセスどうしたの？なんかそんなに会いたかったとわに。違う否定されたわ。ショック。失恋だ。いや違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。いらっしゃいませ。どうもです。どうもお世話になってます。お世話になってます。はい。ご無沙汰してます。いいじゃんご無沙汰ですね。プリンセスこれあげるよ。元気にしてらっしゃいました？はい元気にしてました。楽しんで。なんかちょっと気まずいような。水汲まないといけないらしいけどね。いやすちょっとよくわかんないわ。だからなんか水辺に行って水汲んで。どうぞどうぞ。使うらしい。てめえうるせえなこいつ。よいしょ。いらっしゃいませ。耳毛をいただきに来たんですけど、ありますかね？耳毛ですね。少々お待ちください。今日は旦那さん出張ですか？そうですね。ちょっと旦那がちょっとなんか体調悪いみたいで。そうなんですね。そうなんですよ。いらっしゃらないってちょっと記者さんから聞いてて大丈夫かなと思って、様子見も兼ねてちょっとお伺いさせていただきました。そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。でもそうですね。ちょっと旦那は今日は一日いないみたいです。そうなんです。あら偶然ですね。かなでさんとこれにて失礼します。いらっしゃいませ。すいません。はい。それじゃあまた耳毛ください。実は悩んでることがあって、というのも皆さんはお分かりだと思うんですけれども、パパがいない間にちょっとパパが本当に浮気してないのかっていうのをね調査したいというか、本当のことを知りたくて、でママが見ていないところで一体何が起こっているのかっていうのを真実を知りたいのよね。いろいろ今日は探っちゃおうかなって思ってるのよね。正直パパのこと完全に信用してなくてっていうのも以前のねことがあったでしょ。そこはママも院長先生とデートしちゃったりとかしたからパパのことも許してあげなきゃなって思ってそこで和解したんだけど、でも今はママは本当に何もしてない。やましいことはない。そんな中ねパパが浮気してるってなったらもうそれはもうパパが悪いわよね。おはようございます。おはようございます。みんないた。ちょっと試作品一緒にお？飲みませんか？飲みたい。いいんですか？薬飲めるんですか？飲みたい。飲めますよ。ちょっと飲んでみたい。何が起こるんだろう。 4人でこんにちは。やりましょう。こんにちは。みおさん。お世話になっておます。世話になってます。じゃあ皆さん一つずつ渡しますね。一つずつ。一つずつ。これはハッピーになれるやつですか？ドキドキする。スーパースターですか？だ決まってしまう。決まっちゃうよ。どうなるんだ。スーパースターになれるってことですよね。そうです。強くなれます。強くなれる。強くなれる。やばい。ずっとです。なんか亡くなるまでずっと。何これ。やばい。これ副作用でね、
まあ30秒ぐらいクラクラするのよ。視界がおかしく大丈夫おかしなことになった。てでもアーマーは強いままだぞ。そうあなんですよ。ぐんにゃりただギャングに売ると高いんですよ。ぐんにゃりぐんにゃりしてる。売りに行きたい人。あれ遠くから見てます。あれなんで売ろうよ。一緒に売りましょうよ。売ります売りましょうよ。大丈夫ですか？ちょっとかなたちゃん行ってきては、私はネリネリしてるわ。ねりねりしてるんですか、みおさん。ママ、売人に売るのも楽しいよ。楽しそうねりねりしてるんですか？知ってるんですか？私がねりねりでもいいんですよ。全然私は昨日ね何もできなかったし。そんなことないよ。ね、そんなことないですよ。もういつもパン練ってばっかりでさ、僕たちたまには練る作業からさ、はみ出してもいいじゃん。はみ出してじゃあ水ゲット班と花ゲット班で分かれましょうか。鼻毛？完全に鼻毛の方取ったよね。鼻毛？かなたちゃん一緒に行く花。いいですね。でもお花見たことないんでちょっと一緒に行ってもいいですか？あ、もちろん。大丈夫ですか？大丈夫かな。いいですか？じゃあ私水めちゃくちゃ早いんで3人でお、お花行ってきてくださいよ。やった3人でお花行きましょうか。じゃあまずはパパいないっすね。パパは今日お休みね。そうパパ。あずお姉さん。あずきさんはどう？キャバレーでのお仕事。今日キャバレーでも昨日ですね、なんと、はい。頑張って働いて3000万円ほど稼ぎました。キャバレーってそんなに稼げるの？稼ぎました。ちょっと待って、それ粉より稼いでない？大丈夫？今日なんかもっと稼げるって聞いてきたんで、あ、薬でってことね。そうもっと稼ぎたいなって。稼げるかな、そんなに。やそうばすぎた。 3000万のどうやって稼いだのかちょっと気になるわね。何したんですか？3000万って。ポールダンスと、はい。そのパンツ見た代、私の見た代パンツ見たいくらなんですか？パンツはちょっとねその方々によってちょっと違うんですけど、人によって違う。それではい。請求させていただいて、お振り込みいただいたって感じですね。まさかうちの旦那も支払ってたり。それは大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。何の大丈夫なんだろうな。そうですね、やはりいただい車より高いのか。すごいな。だってすごいわね僕たちなんかタダで踊ったもんね。そうよ。ただでタダでパンツ見せちゃった。間違えちゃった道。ちょっと待ってね。大丈夫だよ、ママ。そうヘリコプターが買いたくて飛行機と、わかり。それのためにちょっと今頑張ってお金貯めてて、ヘリ乗りたい。今日ちょっと下見に行ってきたんですけど、ヘリのですか？そうなんですよ。皆さんもぜひ。いくらでした？で一番安いのは1400万からで、うわぁ、結構するな。でも高いものは3億までありました。3億やっば。 3億まであって、やっぱこのラインナップいっぱい選べるのやっぱ3億ぐらいないといけないらしいです。やばいわね。やば。はい、着きましたよ。あとはちょっとポルカさんに連絡しとかないと。ちょっとうちの層の旦那の件でちょっと申し訳ないけど、この辺でちょっと連絡させてもらおうかな。もしもし。もしもし、パン屋のみおです。どうもお世話になっております。お世話になっております。すみません、ちょっとご相談があって。はい、どうしました？ポルカさんの元にやっぱりいろんな情報って集まってくると思うんですけど、そうっすね。うちの旦那がですね、はいまたちょっと浮気をしてるんじゃないかって心配をしていて。またですか？いや、そうなんですよ。いや、さすがにもうない。いや、この間懲りたと思ったんですけれども、はい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 。まあさすがにちょっとこういう風にね、浮気をされてしまうとね、なかなかこう、私もモヤモヤしてしまうというか。いや、それもやもやはしますよ。いや、そうなんですよね。ちなみにどんな女性と？すべては、キャバレーで起こってるんだと思います。すべてはキャバレーで起こっている。はい。かしこまりました。ねちなみにやっぱり、そうですね。でもそれでも離婚は考えてないっていうことですもんね、みおさん的には。まあ、かなたちゃんという子供がいるので、あまり軽々しく離婚は言いたくないんですよね。でもそれってお子さんを盾にして、はい。結構ちょっと今ってなんかそのお子さんがいないとかって考えなければちょっといろいろ見方って変わってきます？まあ、そうですね。ぶっちゃけその
お一人でも育てられる、なんかその今って世の中って結構そのシングルさんにも優しいシェルターもありますし、なんかいろいろあると思うんですけれども、なんかそれでも一緒にいる理由って何なんですか？やっぱり愛なんですか？本当にそれって愛なんですかね？ちょっと私にもよくわかんなくなってきちゃって。まあいろいろあったんですね。まあそうですね。でも今はちょっと旦那の愛してるをうまく受け入れられてないっていう状況で。まああれからまだ日も経ってないですしね、それでこんなに何度も何度もっていうのじゃちょっと困ってしまうというか。はい。まあそれでちょっとそのちゃんと真実を知りたくて。真実を知りたい。はい。なるほど。私もできることなら真実を、そうですね、お伝えしたいというか。はい。そうですね。まあ、こう真実の次第では一度離れることも考えようかなと思ってるんですけれども。そうですね。はい。ちなみに、まだ、そういうのは考えてるんで、弁護士とかは立てられるんですか？やっぱりなんかそういう、まあもうことによってはですよ。ことによってはなんかそういう仲介挟まなきゃなのかなって私は思ってるんですよね。やっぱりこれって火災の方の問題になってくるんで。はい。まあでも、そこまでちょっとお金があるかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。まあ大事にもしたくないですもんね、ぶっちゃけ。はい。決定的証拠が見つかれば、ちょっと、こっちも強く出られるんで。はい。まあ、あくまでも、ミオさんは円満でいたいっていうことも受け入れつつ、はい。ちょっと考えてこちらも探ってみます。すみません。何かありましたらまたご報告いただけたら嬉しいです。そうですね。私もあとパン屋さんにもまた行きたいので。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。はい。では失礼いたします。失礼します。やっぱりポルカさんは頼りになるわね。かなたちゃんはいつも元気ね。本当は私だって離婚なんて仰々しいことしたくないんだけどね。でもいつまで経っても浮気ばっかりされて、もうそれに対してもうずっとモヤモヤして過ごしている自分も嫌なのよね。まあ、別に私に相手がいるわけじゃないけど、私自身の人生を考えてもいいのかもしれないわね。そろそろ満杯なんじゃないかなーって。どう？今800分の755でそろそろ満杯です。オッケー、ありがとうございます。すごい、1500パナ。いいわねー。よいしょ。こりゃ儲けになるぜ。悪いことしてるって感じ。かなたちゃん、ちょっとあれも、だもんね、悪いことに憧れてるもんね。そうなんですよ。なんかね、あれなんだよね。ギャングにちょっと憧れた時期もあったんだ。そうなんだ。そうなんですね。かっこいいからさ、なんか悪ってさ。まあ、でもね、ちゃんとね、パン屋さんで楽しいよ。今もさ、芋パンなのに、荷物パンパンなのにさ、どうしてもパン屋さんのさ、時のね、マミーちょっと、マミごめんなさいね。ちょっと、手元狂っちゃった。ちょっとまだ役抜けてないかな。ちょっとクラクラしてるかもね。ちょっとクラクラしてる。かなたちゃんは、なんかパパのことを知ってる？なんかパパが何かしてること裏で。なんかしてんのパパ？なんかパパが結構なんか若い女の子がいるとやっぱり声かけずにいられないみたいなところあるじゃない。まあね。まあそういうのを目撃したかなって。いやー、見てないけどな。僕は見てないからな。2人が仲直りしてからはそんな大丈夫な気がするけどすごいなんか大丈夫と言い切ってないところがちょっと怪しいけど大丈夫だなと思うけどな。そうなのね。なんかママは本当に真実が知りたいだけで。真実でもパパはママのこと大好きなんだから、もうママしかいないみたいなことは言ってたけどね、いっぱい。パパは口だけなのよ。それはね、そうそれはそうだ。なんもなかったよね、あずきさん。なんもないですね。なんかすごく、やっぱミオさんのこと愛してるんだなっていう話をしてましたよ。本当かしら。はい。なんかエモート強要とかされなかった？エモートちょっとされてないと思いますけれどね。本当かな。パパエモート強要大好きなのよ。動揺が。
証拠消したし、証拠消した？違うないかもな。証拠？いや、ない気がする。何のことかな？なんでちょっとママ動揺しちゃうと事故っちゃうから。ごめんママ、嘘だよ、ごめん。なんもないかも。何が嘘なのかな？パパ、ちょっと舞い上がってただけかもね、ママと仲直りできてね。舞い上がると他の女の人に言っちゃうの？なんでなの？ゴミすぎ。いや、確かに。なんでなのかな？ちょっと本当に真実が知りたいだけなのよ、ママは。ママはまだちょっと疑ってるって感じ？ちょっとどころじゃなく、大いに疑ってるわ。大いにね、全然大いに疑ってた。そうなのよ。そっか、なんかそれっぽいとこ見たりしたの？そもそもちょっと怪しい動きをちょいちょいしてるっていうのが。まあ、否定できなくて。否定できず。黙り込むしかない娘であった。まあ、かなたちゃんは、やっぱりそのパパとママが仲良くしてほしいから、あんまりそんな言いたくないかもしれないけどね。まあでもパパはどう思ってるんだろうね。いつまで経っても治りゃしないよね。浮気って治らないのかな？大変そうですね。大変そうですね。大変そうですね。なんで笑ってるんですか？大変そうですね。大変。いや、まあ、ちょっとね、他のご家庭のお話、やっぱちょっと入り込むのはちょっと失礼かなと思いまして。いやそんな。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあまた半分半分にして。はい。半分半分。買います。はい、お渡します。ありがとうございます。ずっとこの耳毛吸ってみたくて。あ、そうだったんですか。ありがとうございます。いや、嬉しいわ。あずきさんいい人ね。はい。あ、いいですね。やっぱみよさんの耳毛、これどういう製法なんですか？まあそれはちょっと企業秘密なんだけど。企業秘密なんですね。いや、ちそうなの。ょっとやっぱりかなりストレスが軽減されました。よかったです。あずきさんは全然これ怒ったりとかしないんだけど、はい。なんか旦那からなんて言われたりとかしてた？でもこの間昨日話した時は、パン屋さんをみおさんと一緒に経営されてますっていうことで、ご挨拶いただいたってことね。はい、ご挨拶いただいて、はい。かなたちゃんからあずきさんに振られてたっていう話を聞いたのよ。振られてた？振った覚えある？振った覚えはないですね。本当に？そうですよ。みおさんのこと愛してるっていうのをおっしゃられてましたよ。そうなのか。なるほどね。わかったわ。ありがとう。その言葉を信じてあげてください。わかりました。ちょっとキャバレーでの様子とかもちょっとね。二人はネリネリしませんか？はい。はい。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。じゃあ今から入ります。どうぞ。カラタスさんは、家を買いたいっていうのはご両親にですか？いや、そうですね。家族で住むお家が。なんていい娘さんなんですか？いや、そんなことないですけども。できた娘さんですね。いや、そんなことないですよ。あずきさんは、はい。ブラックマーケット行きました？行ってないです。何ですかそれ？拳銃とか買えるんですよ。どこでそれゲットしたんですか？行ってみます？行ってみますか？ここにありません？めちゃくちゃ近くにありません？目の前にあります。嘘でしょ？目の前にありません？めちゃめちゃすぐ歩いて行ける距離に。これちょっとなんか池袋からね、椎名町ぐらいの距離感じゃない？具体的ななんかちょっと西武池袋線ぐらいの。行ってみましょうか。行ってみましょう。じゃーん。売ってるもん同じなのかな？同じだ。サプレッサーある。サプレッサーってサイレンサーかな？わかんないかも。音が鳴らない。サイレンサーとサプレッサー別かな？待って、めっちゃ高え、これ。200万。てか、めっちゃ買っちゃったかもしれない。バカだ。知らぬ間に買ってる。マジで。めっちゃ買ったんで、ちょっと後であげます。これって買うときって 1？ 10のサプレッサーを買ってしまいまして、20個も。20個も？間違えて20個買って2000万円どっか行っちゃいました。どうぞ。バカ。すみません、絶句してました。どうぞ。
ちょっと抜けてる。あ、そうさん配りなさい。もうじゃあそれは配って。配ります。ちょっと。そのサプギャグに売ろうかな。1個買い取りますよ、どうぞ。ありがとうございます。5個でもいいですよ。1個200万です。ないなったんだ。 1個200万円だっけ。100万100万を20個分バではみおさん、はい。スーツ着に行きましょうか。まあ、そうですね。このままではちょっとまずいですよね。そうですよね。はい。ちょっとうちの旦那がどういう振る舞いをしてたのかがわからなくて、なんかなるほど。ちょい無線でなんか若い女がどうこうとかいう話をしてたので、はいはいはい。なんかルイさんは何かご存知かなって思って、そうですね。はい。なんかちょっと動揺してらっしゃる。ちょっと動揺してらっしゃる。そんなことないですよ。よく働いてくれましたよ。本当ですか？はい。ならいいんですけど。ちょっとそうですね。火遊びというか。火遊び。火遊びですか？火遊びって。でもすごく愛してるって言ってましたよ、みおさんのことを。いや、それがですね。はい。それごまかすために愛してるって言ってるとしか思えないんですよ。まあいきなり愛してるって言われるとそうですよね。はい。そうか。かっこいい。めちゃくちゃうまい。なんでそれができるんだ？指輪なんて売ってるんですね。あ、もしかして宝石店指輪。ルイさんに指輪を送っ、いや、さすがに早すぎ。指輪は早すぎ。はい、さ行ってみる。ちょっと覗きに行っちゃう。パンが、あれ欲しいんですよな。これだ、顔パンマンって売ってないのかな。顔パンマンいらっしゃらないかな、もしかすると。そもそも旦那さんが売ってたんで、ヨさんが売ってるかわかんないんですよね。嫌なものが。もしもし、パン屋のみおです。すいません、委員長です。お世話になっております。お世話になっております。すいません、旦那さんいないので、ないかと思うんですけど、顔パンパンって売ってらっしゃいますか？顔パンパンパンですか？そうです。顔パンパンパンって売ってらっしゃらないですかね？一応こちらの商品、ちょっとパン屋の店員がいないと売れない商品なので。やっぱりそうなんですか。今パン屋さんの前なんですけど、ちょっと難しいですかね？今ちょっと遠出してまして。でしたら大丈夫ですよ。大丈夫ですか？じゃあ帰ったらまたご連絡させていただきますね。お願いします。なんなら救急に持ってきますので。ありがとうございます。ご連絡ありがとうございます。いえ、失礼します。はい、失礼いたします。いい声だ、みおさん。いや、私には今ルイさんが。今からギャングさんにちょっと売ってくるんすよ。はい。で、みおさんが本当は来てくれたらいいなと思うんですけど。確かに。はい、もしもし。なんか忙しかったですか？ちょっと忙しすぎて、ちょっとそうだったんですね。花屋がちょっと指導しそうで、もう注文が結構バンバンと入ってるんですよ。そうなんですね。いや大丈夫です。すみません。そうだ、一緒に行きたいんですよ、ギャンブル。いやでも全然です。今日はちょっと負けてしまってすごく。そうなんですか。ちょっとお声で分かってあげられなくてごめんなさい。もっと寄り添えばよかった。いや、とんでもないです。忙しいのに何度もかけてしまってすいません。こちらこそ。とんでもない。嬉しいですよ、吹雪さんからの電話。本当ですか？でも本当ですよ。お花屋さん始まったら教えてくださいね。買いに行くんで。わかりました。ありがとうございます。はい、では失礼します。失礼します。いえ、なんでもないです。すいません。どうされたんですか？大丈夫ですか？大丈夫です。なんでもないです。また会いましょうね。わかりました。はい、失礼します。失礼します。みおさん。もしもし。すみません、委員長です。はい。今行けるんですけど、おられますか？今から向かってもいいですか？じゃあ。はい、わかりました。じゃあお店で待ってます。はい、少々お待ちください。失礼します。失礼します。よいしょ。願いが叶う花の話。
ロマンチックな話を手に入れました。恋人たちにうってつけ、願いの叶う花。そんなものがホロスタントスの遠く離れた地にあるそうだ。まさかそんなファンタジーな話があるとは。眉唾者だがこんな。ああ、いいですね。あ、どうもすみません。お忙しい中。いやいや、とんでもないですよ。こちらこそ。顔パンパンパンでしたっけ？あ、顔パンパンパンがお気に入りなんですね。はい、ちょっと買おうかと思いまして。いいですね。じゃあ、お店でこちらどうぞ。はい。今日は、娘さんはいらっしゃらないんですね。あ、そうなんですよ。ちょっとなんか、いろいろ友達とやってるみたいで。ああ、そうなんですね。はーい。子供が大人になるのは早いものですね。あっという間ですよね、やはり。はい。いやー、もうちょっと、先ほどもすごい警察の方とギャングの方が、なんかやってたみたいでして、いや、大変でした。ドンパチやってたみたいなんですよ。巻き込まれませんでした。大丈夫ですか？いやー、救出しに行ったんですけど、不甲斐ないことに一般車にひかれてしまいまして、救出を目の前にして。救急隊でーす！救急隊でーす！いったなんでーふーあ、はい、パン屋戻りたい癒しのパン屋に行きたい今いろはが呼んだ、いろはが呼んだ。ありがとうございます506で院長倒れてるらしいので、あの子先生も一緒に行かないかもです。来るんだよ、ふわもこ行かないじゃないんだよ、倒れてんだよ、ふわもこまあでもこのロスサントスやホロサントスはね、やっぱり皆さんはちょっと運転荒いからね。あ、そうですよね。いやいや、気をつけなきゃいけませんね、道路に出る際は。そうですね。じゃあこちら顔パンパンパン。はい。顔パンパンパン。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこの間はなんかハレンチな姿を見せてしまって申し訳なかったわ。あれからそこには行かれてないんですよね。もちろんあれはやっぱり旦那の密偵をするために行ってたの。密偵だったんですか？まあやっぱり旦那がちょっとバレエ通いをしていて、なんかどんなことをキャバレーでしてるのかなっていうので真実を知りたくて。そうだったんですか。なんかそれで、はい。なるほど、そうだったんですね。すいません、てっきりお金のことを話してらっしゃったので、なんか諸場代っていうのがなんか1000万2000万みたいな、それでお金を稼ぐためにそこで働いてたものだと思ってました。いや、まあ、パン屋は皆さんが来てくれるおかげで諸場代なんとか払えてますので。そうなんですね。よかったです。ここのパンなくなったら私食べるものないので。ありがとうございます。好意にしていただいて。いえいえ。じゃあ、ではすいませんが、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。また来ますので。はい、お気をつけて。はーい。優しいな、やはり。すいません、確認なんですけど、はい。あれから旦那さん大丈夫ですよね？そうですね。はじめちょっと遊びこんなに行ってきます。こと言うのもなんなんですけど、はい。一度ね、やっぱり娘もいるし、旦那と仲直りしようかなって思ったんですが、はい。まあことがあった後に一回というか、なんかこうやっぱりキャバレーの女性と遊ぶのがやめられないみたいで、まあそれでちょっとなんかどうするべきなのかなって考えてるところなんですよ。そうなんですか。そうなんです。あれなんか聞いてた話と違う。でもまだよりを戻そうとはしてるんですよね、もちろん。まあそうですね。でもちょっと考え中ですね。そうなんですね。そうなんですよ。でもやっぱ家族仲いいのはいいのが一番いいとは思いますのでね。まあ今日、旦那さんがいない一日考えてみてください。いろいろと。ありがとうございます。ちょっと息抜きしつつ考えてみようかなって思ってます。はい。では、すいません。なんかまた失礼なこと聞いてしまって。いえいえ、とんでもございません。ありがとうございました。はい。では、失礼します。はい。ではまた。パンちゃんと、あいつまただ
えちゃ、いや、でも、いやでも、私には、ルイさん、あ、そうだ。もう、不倫は、やめるんだ。不倫は良くないんだ。私には、ルイさんがいる。指輪を買いに行こう。指輪を。あ、そうだそうだ、忘れてました。病院に戻って、ちょっと貼らなきゃいけないポスターがあるんですよね。あ、ありました。あったあったと、これだ。わー！綺麗なお花で心を元気に。あははは、かわいい。かわいい。これいいじゃないですか。これかわいい。よし。かわいい。お花屋さんの宣伝になる。はい、もしもし。もしもし、今日はお電話できずすみませんでした。いえいえ、大丈夫ですよ。お花屋さん大丈夫ですか？開業できました？開業ですか？実はまだなんですよ。ちょっといろいろトラブルがありまして。そうなんですね。そうなんですよ。明日かな。明日だといいな。まあ、頑張ってくださいね。頑張ってちょっと開業したら一番に呼びますね。はい、お願いしますね。ありがとうございます。明日はもうご出勤ですか？もちろんご出勤しますよ。あ、わかりました。じゃあまた明日ご連絡差し上げます。はい、お待ちしてます。はい、失礼します。はい。今の分だけですよね。実は昨日パパも手伝ってくれたじゃないですか。パパの分もお渡ししたいなと思っていて、全部合計した金額でやろうかなと。2億っすか？はい。経費が1500万だから利益が1億8500万。金田さんと私は5400万円を一旦じゃあ請求したらいいですか？5400万は請求してください。請求でいけるんだっけ？いけるのか。請求してもらって5400万も持ってないんだけど。じゃあミオさんに4000プラス経費を私から渡して、お父様に1000万で。そうですね。わかりました。ありがとうございます。来ましたありがとうございます。これで OK。すいません。でこれで皆さんじゃあ。じゃあお二方はちょっと経理をちょっとお願いしてもいいですか？経理。明日いないのかな。明日いますよ。お二方がいて本当に心強かったです。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。まあ今日はね、パパのことに関しては正直情報があまり集まりきれてないというか、キャバレーの人に話聞いてみないとちょっと正直わかんないかな。あずきちゃんはなんか話聞いたんだけど、なんかそこまでなんか関わってなさそうな感じがしてて、正直このまま信じてもいいのかなみたいな気持ちにもなってきたんだけど、なんかみんな話すときみたいなちょっと濁してた感じが何だったんだろうなみたいなところはあったので、ポルカさんに電話してみるか。なんかあまりにもね情報なさすぎるから。もしもし、お世話になってます。パン屋のみおです。ありがとうございます。はい。今日いろいろちょっとパパのことを聞いてみたりしてたんですけど、はい。なんかあずきさんはあんまり語りたがらないというか。わかります。それなんか私が、話した時もなんかこう、おしとやかな感じなんですけど、ミステリアスというか。そうなんですよね。平和なのかなみたいな、なんか別に何かするというわけでもなさそうな感じの雰囲気を出していて、なんか私信じていいのかなみたいな感じになってて、考えすぎなのかしらね、私。いや、まあいろいろありましたからそうなるのはわかるんですよね。なんかそうなんですよ。ただまあ明日直接って怖いですよね。でもキャバレーにってことですか？いや、そうなんですよ。それもありますし、明日はお父さん出張から帰ってこられるんですよね。いや、そうなんです。その時に話すことになるか。でもちょっとあずきさんが怖いのはなんとなくわかります。なんか魔性の女みたいな感じですよね。あずきさんが怖いというよりは、あずきさんは本当にプロなんだなって。
プロはまあ何かあったとしても、多分口は割らないんだろうなっていう感じがしあ。ましたね。あーなるはい。ほど。はい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 。なので、今のところ何もないんですよ。でも逆にそれが不安。じゃあはいまた明日ですね。そう、ちょっとまたお伺いお話ししたりしたいですね。はい。よろしくお願いいたします。お願いしますありがとうございますはい、ありがとうございました。失礼します。燃えるんだったそういえば念のため血液失恋したあなたは使いやすかったですよ。突戦車ねうん。キャバに来たらね、うんやってあげる。そらちゃんのよっしゃー、そらちゃんの血戦車じゃあ私ミオさんのこと誘拐しましょうか。パパ、娘死んでんのに誰も家族こっちに来ないんだけど。これで傷は塞がりました。遅いよあなたちゃん、遅いよ二人とも真っ先に駆け寄ってよママね、パパの行動で傷つけてきたから、パパは改心しようと思っている。2度目だよ。 2度あることは3度ある。ごめんママごめん。